にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第5話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。まさかのニャーンサイコパス。ニャーンは身寄りに湧くかと思ったらとんでもなくやべえやっこだった。ニャーンがぶっ壊れちゃった。マチとニャーンが敵対する展開はおもろいわ。アムロの僕が一番ガンダム王的な展開か。やっとマチ視点のドラマが動き出したやんけ。これでいいんだよ。やっぱ2人じゃ勝てなかったよ。まさかのネトラレ展開。今回への漫画のシチュエーションばっかりやん。松さんも女の子らしい下着持ってるんですね。エロで釣られたっていいじゃない。ジークアクスは女の子に甘いな。ニャーンもニュータイプなのかよ。笑い。5話ぐらい突き抜けるとこれはこれでありだな。ニャーンの方が主人公っぽいから個人的にしっくりした。殺人 DT 先越されちゃったね。そういうテイスト入れてくるの。ニュータイプのバーゲンセールかよ。ニャンも強いニュータイプでしたと。いいね、面白い。マッチュ習字を取り合いになるの回。ニャーン闇落ち展開。2人とも落ちた。やっぱり普通に三角関係の話みたいだな。一気足りないのにジェットストリームなんてやむちゃしやがって。習字ならまだしもガチ初心者のニャンにファーストのキャラ殺されるの悲しすぎ。キシリア様来るのか。やっぱりマクロスしてきたね。この泥棒ニャーン。なんか初期彗星並みに少女漫画になってきたな。ロボと三角関係、これで歌要素あればマクロスでもいけたな。これ主人公がニャーンってオチ。恋愛でギスつくの嫌だ。キシリア様は楽しみだけど。ニャーン裏表激しかったんだな。本当にマチが改札で止まらない世界線だとニャーンがジークアクスに乗ってたのでは。ニャーンもやはりキラキラ中毒に。ニャーンはマジになるとバーサーカーになるタイプか。天然のニュータイプが2人も揃ってるなんて。ニャーンのキラキラは暗黒面みたいだったな。悪魔フムラかよ。ニャーンが殺しに躊躇ないのはそういう環境にいたからなんだろうな。下手したらニャーンが一番ニュータイプの才能強い可能性あるな。ニャンは強化人間で施設から逃げ出してきたのか。エグザベで起動しなかったんだからニュータイプ適性のない人間ほど目がサイコミは反応するとかか。ジークアクス JK は皆ニュータイプ。ジークアクスくんはさ、お前女なら誰でもいいのか。ジークアクスもはや強化人間製造装置だろ。オメガサイコミンは愛で起動するのか。マチやニャンでも起動できるのにエグザベくんよ。しかしニュータイプは惹かれ合うのか。ゼクノバの影響か。そもそもあそこまでニュータイプと接近してるのにピキーンってならない時点でエグザベはどうしようもなくダメだ。マチとニャーンのユリかと思ったらシュウジとジークアクス取り合うネトラレだった。マチ、この泥棒猫あると思います。マチはニャーンにごめんねありがとうって言うべきところだろう。嫉妬に狂ってる場合じゃない。薄い感情しか描かれなかったマチがやっとドラマ展開させそうになってるし、ニャーンのキャラも立ったのでよかったと思う。狂犬マッチュ死にたそう。サイコニャーン。今回でニャーンの魅力増したわ。ニャーン用の期待が来るのかジークアクスお下がりか。ニャーンの方がキャラクターの面白みがあるから5話は良かったのかな。マチが順調な話はなんか乗れないんだよな。ニャーンの方がまだクラバやっても納得感ある生い立ちだしな。恋愛脳のマチよりニャーンの方が面白そうだわ。いまいちニャーンが2人とつるんでるのよくわからなかったけど、習字のためなんかな。正規ルートで買うならニャーン仲介しなくてもいいはずだし。シュウちゃんとか言ってたし、いきなり脱いで真似するし、習字目当てなのが確実だと思うよ。地球に行けば難民ではなくなるからかな。正規のシャトルでは ID がないニャンはいけるかわからないし。つうか今まで何かに忖度してたのかってくらい控えめだったのに今回一気にメス描写入れてきたな。デコ入れのつもりか。スケジュール的になわけないと思うが。脱ぎすぎって言ってたのに下着姿だったのに納得がいかない。
でも1話と違って下着を変えてたのはとてもいい。にゃんも修二が好きなんか。いつからしゅうちゃんなんて呼ぶようになってた。盾にはしたけど。むしろ恋愛的に全く好きじゃないからこその呼び方じゃね。男にちゃんつけって。修二モテモテで羨ましいずるい。習字光熱にする必要あったんだろうか。普通にオメガサイコミ起動するまで防戦一方でよかったのでは。お色気シーンのためには必要。迫撃トリクルドム再現だったか。マッシュおらんけど。三つ足ドムかってなんか気に入った。ビッグドムがドーベンウルフみたいな電撃使ってたな。あのままにゃんが電撃でボロボロにされてたらヨナに目覚めるところだったよ。ジークワクス版ミックドムのプラモは即完売だろな。重厚感あってなかなか良かったな。やっぱこれだよこれ。黒い三連星一人欠けてるとはいえ初陣に負けるのはちょっとな。アムロ追い詰めてたじゃん。ガイアとオルテが殺すことはないだろ。特に首を切られただけのガイア機はなんで大爆発したんだよ。頭部破壊で爆発するのは単に運の問題。胴体内部の配管の推進剤や重水素タンクに誘爆するかしないかだから。ガイア、タカがメインカメラをやられただけだ。うわ。そういえばファーストでもリックドムは頭蹴られて頭が飛んだら爆散してたな。忖度して原作キャラは死なせないと思ったのに。富野監督に遠慮しなくていいんだよというアドバイスが送られてたので。面白いけど、ありとあらゆる方面に喧嘩売ったなこれ。旧作犯は捨てる方針か。ファーストキャラを殺すなってことを言ってるなら別に俺は気にしないけどな。まあ俺は世代ではないけど。それにしてもこのかませ展開は物に醸すだろうな。マッシュ抜きとはいえ。まあ黒い三連星はガルマとカランバラルとかよりはモブ寄りのキャラだしな。死んだのは2連星で、機長マッシュは生きとるで。結局マッシュのフルネームは設定されてないのね。両断されたオルテガはともかくガイアは生きてるかもしらんな。正直、オルテガガイアである必要は全然なかったな。わかりやすく強敵なのと、あれほどの軍人でも政局争いで落ちぶれてるんだという。ジオンの事情がわかるのには適したキャラだった。新型盗まれてるのに本格的に探さなかったり泳がせておくの違和感あるわ。キケロガが必要ってことは本格的に動くのか、もしくは何か狙いがあるのか。キケロが出てくるか、シムスも存命のようで。しかしガイアとオルテガを使い捨てにするとはな。ビッグドムも首切られただけで爆発するとか。対戦中のモビルスーツは AT より棺桶だな。自習キシリア暗殺計画。キシリア来た。キシリアか。キレン暗殺計画って漫画あったな。前半は水着でまったりしてたのにギスギスになるんか。人間関係が進展して金もたまって、それで乱世な地球に乗り込んでどうなるかとか気になり始めたからまあよし。ネトラレやんけ。やっぱり難民は覚悟が違うぜ。私が合わせなくても世界が合わせてくれる。オメガサイコミは因果率兵器か何かかな。にゃーん、ガンダムが私にもっと輝けと言っている。マチュが狂犬だと思ってたらニャーンも狂犬だったけん。なんかふわふわしたまま乗ってるマチと、どうしようもない怒りを抱えて乗ってるにゃん。答えたのは後者だった。ニャンのテンションが完全に強化人間のそれ。未経験者は町だけに。100% 善意でやったにゃん。切れるマチュ。ジークアクスやばいな。みんなキラキラ中毒者になっちゃう。素人女2人でも動かせるっていうエグザベくん。ハロの反応を見るに、オメガサイコミュ起動は不本意っぽかったが、蹴ったら発動するとか雑すぎんだろお前のロック。戦闘描写見るに明らかにニャーンの方が強そうで困るね。いいとこ農場と地獄見てる女じゃね抑圧されてる気持ちが強いとパワーが出るのかな。エグザベ君はそこらへんなさそうだもんな。あったとしてもちゃんと折り合いつけられるとかで。ニャーンが乗り込んだ時はギャグ回かと思ったのでちょっとびっくり。今まで暴走していく街をニャーンが止める展開かなと思ってたけど、今回見て真逆もありそうになってきた。でもニャーンからしたら穏便に済ませようとしたところ、軍系の股間蹴ってクラバ出れなくなったマチュの代理しただけなんすよ。なんとか買ったらマチュが切れてるからまあ驚くよね。ニャン別に修二はどうでも良さそうで、ジークアクスに執着しそうっていう。
つの間ににゃんは修二をしゅうちゃん呼びに。今日もいきなり脱いでたし、距離の詰め方がおかしいのよ。まさかマチュが知らないとこでこいつら宇宙の彼方に飛び出してたのか。黒い2年生死んだ。たかがメインカメラ切断されただけで爆発する理屈を教えてくれ。ドムの足が3本は驚いた。集めてブースターにするの良いよね。マッシュはうまくやったな、ほんと。ファーストキャラまで殺し出すとはな。こりゃカイやセイラもやばいな。ついに緑のおっさんが仕事する気になったか。シムスが出るってこと。アンキーシムス注意説は否定された。なんでこの話の流れで来週キシリア暗殺計画になるんだ。変なマスクつけてなくてもわかるキシリア様。キシリア普通に政治家なってんな。シャアのこと引きずってそうなキシリア様。綺麗なキシリアさん、頬こけ治ってなかったの。もうキシリアがあっさり消されても俺は驚かないぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。